シェアする仕組みを作ったら、それがねまた注意とか認知を生んでくれるんですよ。マーケティングで知っておいてほしいのは、中身が見えないものを購入するのは勇気がいるんですよ。認知を生むことになって、どんどんぐる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 回って、サロンの経営がめちゃくちゃ良くなっていくんですよ。これができたら次に行きます。次がカスタマージャーニーマップっていうのがあります。 CJM、 カスタマージャーニーマップですね。カスタマージャーニーマップっていうのはどういうものかというと、顧客の旅と言われます。カスタマー、つまり顧客ですね。その人が旅をして、最終的には何て言うのかな、行動とか思考とか感情とかが、この時にはこのフェーズの時にはこういう風な感情になってるよっていうので、そしたらこっちのステップに行ってってね、どんどん旅をさせてって、顧客の旅なんでね、カスタマージャーニーマップなんで、マップを見ながらお客様がこう言って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 、最終的には目的地ゴールに来てもらうための道しるべのみたいなもんですよね。お客様が商品やサービスを知って、そして興味を持って購入するまでの一連の流れみたいのを旅のように例えて、旅っていうのはジャーニーね、旅ですね。で、旅のように見えることからジャーニーマップ、カスタマージャーニーマップといって、顧客の旅の地図ですね。こういうふうに呼ばれるようになりました。これを作るともうめちゃくちゃ役に立ちます。で、本当はね、僕もね出したくないんですけど、セラピストオンラインアカデミーの皆様にはもう全部出しちゃおうと思って、皆様にはね本当にねこういろいろ僕も支えられてますので、もうどんどん出していきます。まずね、消費者の行動パターンっていうのをしっかり知っていくために、まずカスタマージャーニーマップやる前にこの ICES っていうのを知っておいてくださいね。いろいろあるんですよ。アイドマとかね、いろんなね消費者の購入プロセスってあるんですけど、セラピストに最も適してて、現在にこの SNS とかインターネットが発展した現在に最も適している消費者の購入プロセスっていうのはこの ICES になります。どういうことかというと、頭文字を取ってます。注意、関心、検索、比較、検討、購入、情報共有っていうですね、頭文字を取って ICES ってなっております。で、これね、めちゃくちゃ大事なんですよ。昔はね、注意関心ね、興味関心を持ってくれて、そしてそのままその人がね買う動機とかね、そういう買うね動機とかそういうのがあれば即購入してはい終わりだったんですよ。認知して注意してで、見つけて、でそれを見つけましたと、でそれに興味関心持ったら検索比較検討っていうのは昔なかったんですよ。そのままね、結構ねこういう意欲をかき立てられて購入する理由があったり、背中を押してくれる何かがあればすぐにねアクション購入してくれてたんですが、インターネットが発展した今はやっぱりね、そこにねすぐ購入に行かなくなったんですよ。昔はすぐ購入されてたのが、まずねネットで検索されるようになって、すぐ調べられるから比較されるようになったんですよ。そしてって検討して、ようやく購入されるようになります。そして今までは購入してはいおしまいだったのが、現在 SNS、インターネット、そういったものが発展してくると、シェア、情報共有っていうのをするようになります。例えばね、グルナビさんとかね、ホットペッパーのね口コミとかがね書かれますよね。こういったのがシェアになりますよね。SNS でねハッシュタグつけてね、口コミを書いたりとかで、これを知っておかないとめちゃくちゃ現在のマーケティングではもう生き残れなくなってきます。はい。要は注意、認知することですよね。認知して、川上さんっているな、世界一のセラピストってバンって出てきたって見つけた。もう注意して見つけた。ポン。それがまず一つ目のステップです。川上さん、なんか世界一のセラピストっているぞみたいな。で、興味関心示して、なんかこう世界大会とかあったんだみたいな。で検索しますよね。なんかじゃあちょっと見てみようって言って検索して SNS 見たりとか YouTube 他の動画を見たりとか、そして講師やってんだ、ここで学んだらすごく勉強になるかもって言ってね、でも他の学校と何が違うのかなって言って比較をしたりとか、で料金とかカリキュラムとかね見て比較して、でどうしようかな、ここも確かに良さそうだけどなって検討して、じゃあなんかね口コミもすごくいいしね、レビューとかもねいっぱい上がってるし、そうね卒業生のインタビューもあるから、じゃあここにしようかなって言って購入してくれる、入校してくださったりとかね、オンラインスクールに入ってもらったり、オンラインアカデミーにね入校してもらったりとか
でそしたらその後にもうここでね結構終わりになっちゃったら終わりで、この仕組みがないとサロンってね運営できなくなるんですよ。これがねシェアの仕組みなんですよ。このシェアの仕組み皆さんのサロンありますか？これ絶対作らなくちゃいけなくて、今まで購入してもらったらはいおしまいっていうところが多かったんですけど、やっぱりねそれをね継続させつつ共有してもらうような口コミを集めることがめっちゃ大事になるんですよ。だから僕は皆様にね、シェアしてくださいとか口コミしてくださいとかねメンションしてくださいとかって結構お願いすることが多いんですよ。セラピストオンラインアカデミーのグループコンサルもね、シェアをさせていただいてるんですよ。皆様にもシェアするし YouTube でもねちょっとね場面場面でカットしたやつをシェアさせていただいたりだとか、インスタとかでねメンションしてくださいとかねメンションタイムみたいなやつ作りますよね。これってこのシェアの仕組み、僕はこのシェアがめっちゃ大事だっていうのを知ってるからやってるんですよ。でね、もうぜひやってください。僕のこれもシェアしてください。協力してください。これね自分がいざサロンやってみるとすごくわかります。シェアしてくれるとめちゃくちゃ嬉しいですし、これはね自分のことを応援してくれてる、愛のあるリアクションの一つなんですよね。でそうするとね僕めちゃくちゃ嬉しいですし、やっぱりねそのシェアがね次の注意につながるんですよ。これ円になってるんですよ。点で1個ずつやっていくんじゃなくて全部つながってるんですよ。シェアする仕組みを作ったらそれがねまた注意とか認知を生んでくれるんですよ。でこれね注意認知を生んでくれるだけじゃなくて検索されやすくなったりとか検索比較検討材料になるんですよ。だって、口コミとかね僕、セラピストオンラインアカデミーの、ね、口コミとかメンションさせていただいたものを全部ねメンションでこうインスタにねまとめさせていただいたりだとか、あとね卒業生インターナショナルセラピースクールとかメンズセラピストアカデミーの卒業生のね声をねインタビューしたのをねしっかり OK な人だけですよ。もういろんな卒業生いるんですけど撮影 NG の方もいるので、そういう方にはねもちろんしてないんですけど、ご協力いただける方には撮影させていただいて卒業生の声としてね YouTube にね上げさせていただいてるんですね。それがねまたね比較とか検討材料になるんですよ。口コミってパワー持つので、マーケティングでねこれね何回かねまた次回もお伝えすると思うんですけど、マーケティングで知っておいてほしいのは中身が見えないものを購入するのは勇気がいるんですよ。中身見えないと購入するのにめちゃくちゃ勇気がいるんですよね。皆さんどうですか？僕がどんな授業をやってるかわかんないし、どんな人かもわかんなくて、どんな講座かもわかんないのにセラピストオンラインアカデミーに入校しますか？皆さんが入校した理由って僕がどういう講座かどういう人かどんな人かって分かってるから入校してくれたんじゃないですかね。で今かなりたくさんの方から入校もねもう毎日相次いでかなり増えてきてるんですけど、やっぱりねこれって皆さんが僕のことを注意して知ってくれて関心を持ってくれて興味持ってくれて僕のことを調べてくれていろいろね SNS とか YouTube とか他の動画とかいろいろ見て検索して比較して検討してって言って入校してくれたと思うんですよ。で本当にね感謝しております。でしかもね、共有してくれてこうね画像も動画はちょっとシェアダメですけど画像はねもうスクショ撮っていただいて大丈夫なのでスクショ撮って僕に川上拓人にインスタでメンションつけてね書いてくださったら僕もメンションし返すので、お互いね共有できるようになるんですよね。そうすることによって僕はまたさらに注意関心を集めることができるだけじゃなくて検索比較検討材料がねまたねいっぱいどんどん集まってくるので、そうするとまたいろんな人が入校してくれてどんどん大きくなるんですよ。で世界を癒すっていうね目的に向けてどんどん進めるし、僕は入校してくださった人にね少しでもねプラスになってほしいし、やっぱね愛を持ってこうどんどん成功してもらいたいから、この動画もね、本当はちょっとこうあんまりよろしくないじゃないですか。だって僕のペルソナの設定とかボルクのカスタマージャーニーマップを公開するんで、これからねカスタマージャーニーマップを公開するんでね、ちょっとあんまりね恥ずかしいというかね、なんか中身見られちゃう感じで恥ずかしいんですけど、でも皆様にはね絶対プラスになってもらいたいんで、絶対ね成功してもらいたいんで、これやってもらいたいので公開していくので、ぜひですね皆さんこの仕組みアイシーズね注意して関心をまず集める、そして注意を集める、認知を集める、知ってもらう、そして興味関心持ってもらう、そして検索される、そして比較検討で勝つ、他のね比較材料他の人とかと勝つ、そして検討してもらって最後背中を押して、購入してもらう、そして購入してもらったらシェアをするっていうこの一個一個の仕組みを組み立てていくだけであっ
という間にブランディングして、そして集客までできるんです。これちょっとね、マーケティングの授業でまたやるんで、ちょっと先取りです。アイシーズ。マーケティングの集客の時で、指名される集客でね、こういうのを使っていくんですが、カスタマージャーニーマップをやることによって、それがね、強化されるんですよ。だから、このね、理念、アイシーズっていうのは頭に入れといてください。めっちゃ大事なんで。で、共有する仕組み、シェアの仕組みを皆さん絶対作ってください。シェリル・アンジェリでは、口コミを書いてくださったら、延長券とかね、声優プレゼントとかね、いろいろやってます。で、本当に、口コミっていうのはホットペッパーの口コミだけじゃなくて Google マイビジネスの口コミもね書いてもらってるんですよ。でそれもねちゃんとね書いてくださったら特典がありますよっていう仕組みを作ったりとか、あとはねシェリルのインスタ見てもらったら分かると思うんですけど、こうやってねシェリルのお客様と一緒に写真撮ってねインスタに載せさせていただいてますよね。お客様の口コミをリアルな口コミをインスタとか SNS にアップすることによってシェアさせてもらってるんですよ。でねただね口コミだけシェアする人、書いたやつをねアップしてる人もいるんですけど、やっぱり見た人ってこれ本人が本当に書いたのねお客様本人が書いたのとかってやっぱちょっと分かんないですよね。でも一緒に写ってれば分かるじゃないですか。こういう人も来てるんだ、こういう人も来てるんだって言って、いろんなね、やっぱりこう写真でね見れると、そのね口コミのねパワーってやっぱ増すんですよ。そうするとまたそれがね企画検討材料になったり、認知を生むことになって、どんどんぐるぐる回ってサロンの経営がねめちゃくちゃ良くなっていくんですよね。そして自分のブランディング力もついていくので、ぜひですねこのアイシーズしっかり頭に入れといてください。カスタマージャーニーマップの基礎となるものです。はい。そしてじゃあカスタマージャーニーマップどういうものかというとこれです。皆さんこの表をねしっかり